ものすごい強い霊場らしくて、あの世とこの世の境目って言われてるような。すごいな、なんだこれ。本当に海の中に続いてってるわ。うわ、これは一個一個お墓なのかな。日本三景松島って書いてある。おー、何これ、めっちゃすごいぞ。こっからはね、この世ではないということで。何これ、マジで背中痛い。本当にやばいわ。おかしくないです頭。この下、なんだろう、井戸みたいになってるわ。人の顔見なかった。やばいやばいやばい。ごめんなさいごめんなさい。ちょっと待って待って待って。こっち。こんばんは。誰かいますか？おー、めっちゃ降ってるやんけ。最悪だ。こんにちは、めでーす。間違えた。こんにちは、もめでーす。日本一周心霊スポットの旅、宮城編3日目ということで、現在地は秋保温泉です。このチャンネルではバイクで日本一周しながら全国の心霊スポットを待っています。はい、ということで今日も雨です。いやー、雨楽しいな。もう泣きたい。ほんとに辛い。なんでこんな毎日雨の中走んなきゃいけないの、バイクで。マジで俺今回雨降らないと思ってきたんだけどな。なんで毎回雨なの。天気予報は確かにそんな見てなかったけど、マジでちょっとムカついてきたんだけど。てかもう寝不足でやばい。頭痛え。もう昨日ね、変な時間に心霊スポット行って、しかも撮影できなかったっていう。そうそう、今回はね、途中でちょっと宿とかフェリーを事前予約してあるんで、日程をずらせないんですよね。だから昨日の心霊スポットはまた一番最後に入るとき寄ってこうかな。水しぶきで前がよう見えん。ということでこれから向かうのが宮城県松島にある心霊スポットの小島です。ここは対岸から橋が架けられてる小さな島なんですけど、ここはね、ものすごい強い霊場らしくて、昔から修行僧の修行の場にもなってるような場所なんですけど、そこでは死者の供養とかもしてたらしくて、あの世とこの世の境目って言われてるような場所らしいです。で、島には岩窟っていう、小さい洞窟みたいなのがいくつもあって、そこでね、修行とか死者の供養とかをしてたみたいですね。そういうね、ものすごい強い霊場なので、ここに夜行くとどこからか声が聞こえてきたり、何かの気配を感じたりとかするそうです。ということで、この心霊現象が期待できるんじゃないでしょうか。雨だ、もうどんどん雨強くなっていくということでね、心霊スポットっていうよりはめちゃめちゃ神聖な場所みたいなんで、まずは明るいうちに挨拶をしに行きましょう。こっから1時間ぐらいですね。さあもう松島着きました。高速の雨は本当に死ねるわ。もう手足の感覚がない。マジで地獄だ。寒っ。おー、川だ。氾濫しそうだ。めっちゃ茶色い。おー、海に出た。素晴らしい。島々が見えますね。おー、これが島か。この辺はね、もう島だらけなんですよね。で、松島といえばね、日本三景で有名な場所ですね。なんか松尾芭蕉がどうたらこうたらした場所らしいですね。で、このすぐ近くにね、なんか海の中に線路が続いている場所があるらしいんだよな。ちょっとそこ見ていきましょう。神秘的っぽいんで。こっちか。あれ、ちょっと待って、これまずいか。なんだ、すごい洞窟だ。すごい。これ大丈夫か？行って U ターンできないかも。ちょっと待って、怖っ。ちょっとこっから歩いていくか。すごいな。なんだこれ。やっぱかまどまだらけだ。うわ、すごい。こっちも洞窟ある。すごいな。なんかなんじゃここ。海に出た。これだ。ここ旧鮫ヶ浦漁港は今は使われなくなった廃漁港です。すげえ。これ、うわー、本当に海の中に続いてってるわ。そして太平洋戦争末期の頃、旧日本海軍第146信用隊の秘密基地が置かれていた戦争遺構でもあります。信用とは全長6メートルの木造のモーターボートに約250キロの弾薬を積み、操縦者もろとも敵艦に体当たりして爆発するという、いわゆる水上特攻兵器でした。このレールは信用艇を海へ浸水させるためのものだったと見られています。そして周辺に掘られた50メートルほど続く洞窟は信用艇を隠しておくための格納庫でした。あっちはめっちゃ滑る。これは何だろう。出撃基地として準備されたこの場所は実際には使用されることなく終戦を迎えました。うわ
すげえ光景だ。その後この場所は漁港として転用され、浸水用のレールはそのまま漁船のためのスロープレールとして活用されました。お邪魔しました。すごい場所だった。疲れた。待って、鍵がない。嘘でしょ。ちょっと待って、落とした俺。あったあったあった。よかった。こんなところに。よし、そしたら、おしまい行きましょう。やっと雨が弱まってきた。お土産屋さん通りめっちゃ人いるな。おお、日本三景松島って書いてある。この奥かな。ちょっと見てみましょう。あったあったあった。お島って書いてある。僧侶巡礼の人々が修行したところ、全島が霊場だったということが知られています。お島は古代から松島を代表する島なので、松島という地名発祥の地と伝えられて、お島入り口って書いてますね。すごいなんかある。すごい。島に入る前になんかもう、なんかいっぱいある。寒い。で、これ、渡月橋？なんか京都にある橋と同じ名前みたいですね。お邪魔します。なんか、福井の大島みたい。でね、この橋はね、悪縁を断つみたいな言い伝えがあるみたいですね。渡ると。神社なんかな。すごいな。いっぱい並んでる。すごいすごい。なんじゃこれ。うわ。ここは見物堂跡といい、平安時代の頃、見物上人という僧侶が修行した場所です。見物上人は12年間、島から一歩も出ることなくこもり続け、法華経6万部読受したと伝えられています。これが岩窟ってやつなのかな。こうして彼はお島で強大な霊力を身につけ、千里眼や予知能力、さらには鬼神を自由自在に操ることができ、空間を移動するテレポーテーション能力まで身につけたと言われています。すごい。お島に残されたこの無数の岩窟群は、修行のため、ここに集まってきた僧侶たちが何百年にもわたり、ノミやツルハシなどの道具を使い、手作業で掘り進めてきたものです。ほんとすごい場所だ。岩窟は僧侶が座禅を組み修行する場、死者を供養する場、遺骨を納める場として使われ、死者供養で有名だったお島には、全国から多くの遺骨が持ち込まれました。そのため当時は、大量の人骨が至るところに散乱する異様な光景が広がっており、僧侶たちは散乱する死者の骨に囲まれながら、修行や供養をしていたといいます。これは一個一個お墓なのかな。明覚庵跡。多分ちょうどこの辺りに住んでたのかな。ここ明覚庵跡は鎌倉時代の頃にお島で修行を行った僧侶、来賢が住んでいた小さな小屋がありました。来賢はかつての見物上人と同じように22年間一度もお島から出ないというさらに異常な修行を続けました。無数の人骨と怨念に囲まれながら22年間修行を続けた結果、彼もまた強力な霊力を獲得し、どんな悪霊も成仏させたと言います。このちっちゃな島に12年間住むってやばいですよね。すごい。遊覧船だ。お茶んっていけちゃうね。すごい。こっちなんだろう。結構広いな、意外と。なんか祠がある。すいません、お邪魔しました。また夜来まーす。そしたら一回戻りましょう、バイクのとこまで。そしたらね、ほんとこのすぐ近くに宿を取ったんで、そこに向かいましょう。てか雨やんだ。よかった。マジ嬉しい。マスオ牛タンコロッケだって。いやーもう早く風呂入ってちょっと飯食おう。お腹すいた。あった。めっちゃ近い。終わった。立派なホテルですね。お土産も売ってるわ。
到着です。マジ疲れた。水付きだ。嬉しいな。なんかね、塩釜っていう隣の町で使える2000円クーポン券もらいました。お酒もくれました。すごくないですか？心霊スポットから帰ったら飲もうかな。すぐお供え用に使おうかな。旅がある。嬉しい。靴下もなかったから助かるわ。腹減った。寒い。本当にその松島の観光地の真横なんで。明るいうちにちょっと外出たいな。16,500円でした。高いな。しょうがないですね。もう離れれば安いとこもあったけど、もう無理でした。ということで、まずは洗濯だ。洗濯はどこに行けばいいんだ。プールがある。よし、そしたら飯食い行くんですけど、このすぐ近くにね、瑞岩寺っていう超有名なお寺があるんで、ちょっとそこ行ってきましょう。なんかものすごいパワースポットらしいんでね。この辺はほんと、観光地って感じですね。めっちゃ賑わってる。寒い、ちょっと走ろう。日本三景、松島って書いてある。ここだ。おーってか、さっきともう変わんないけど、松島は京都の天橋立、広島の宮島と並ぶ日本三景の一つです。その始まりは江戸時代、儒学者の林俊斎が著書の中でこの3つを三書期間と評したことが日本三景と呼ばれるようになった始まりとされています。松尾芭蕉がこの地を訪れた際は、あまりの絶景に一句も読めなかったと伝えられています。多分晴れてたらね、もっと綺麗なんだろうけど。やったあったあった。瑞岩寺って書いてある。こんな近かったんだ。綺麗な街並み。瑞岩寺。いかつい感じですね。すごい。何あれ。すごくないですかこれ。うなぎ塚。うなぎ食べたい。すごい。何これ。めっちゃすごいぞ。ここ松島は欧州の荒野と呼ばれ、松島全体が死者を弔う巨大な霊場でした。ここに残された岩窟群や石碑も全て当時の試着用の跡です。そしてここ瑞岩寺はもともと平安時代に自覚大使円仁によって開かれた天台宗円福寺という寺でした。その後数百年の時を経て、戦国時代には衰退し、廃墟同然となっていたこの寺を初代仙台藩主伊達政宗が復興し、現在の瑞岩寺になりました。政宗はこの寺の復興には特に力を入れており、本堂を新しく建て替え、外観は凛とした禅寺、中は派手好きの政宗の美意識が詰まった桃山文化のきらびやかな世界が広がっており、偉大な政宗公が作った特別で神聖な寺が設置されたことが仙台藩と領民の心の拠り所になりました。しかしそれはあくまで表向きの顔でした。当時天下統一を諦めていなかった政宗は、表向きは豪華な寺院の建設と見せかけて幕府に悟られないように密かに強力な砦を築いていたのです。建物の内部には寺には絶対に必要のない200人が潜める武者隠しや秘密の抜け穴など多くの仕掛けが施されており、いざ幕府と戦争になった場合、瑞岩寺を最終防衛拠点として使うつもりだったと考えられています。建設場所に松島を選んだのも、入り組んだリアス式海岸が敵の大軍が一気に攻め込むのが不可能な地形だったからです。そして政宗がこの場所に瑞岩寺を作った最大の理由がもう一つあります。それが古来より伝わる強力な風水、四神相応です。四神相応とは、東西南北を司る4体の神獣、青龍、白虎、朱雀、玄武とそれぞれの神獣が守護する場所のことで、この地形と方角が重なり合うと風水において最も理想的とされる形になり、その場所には運気が集まり大繁栄すると信じられており、当時京都や江戸もこれに倣い作られました。政宗が仙台を今の場所に選んだのもこの四神相応にぴったりと当てはまるからだったのです。そして政宗はダメ押しでそれぞれの場所に神獣の名に合う神社仏閣を配置しました。もともとあった大白山を白虎の方角に来るように仙台城を配置、玄武の方角には亀岡八幡宮、朱雀の方角には火の神を祀る愛宕神社、そして青龍の方角にはこの青龍山瑞岩寺を配置したのです。さらに政宗の死後、遺言に従い朱雀の方角に政宗の墓である瑞宝殿が作られ、自身が四神相応の一部になることで結界をより強固なものにしました。こうしてこの地は今も六芒星と合わせて政宗の作り上げた二重の結界で守られているのです。そして瑞岩寺は約400年間一度も火災などに遭うことなく今に至り、桃山文化を伝える貴重な建築として国宝となりました。マジすげえ。こっちも来てよかったな。すごいな。こういうとこの木はやっぱ高いですね。背がパワーもあってんのかな。終了しましたって書いてあるぞ。ラストエントリー4時半だって入れないよ。
よし、とりあえず入れませんでした。行けなかったけど、まあ、洞窟いっぱい見えてよかったな。この道もすげえ綺麗、この参道。よし、そしたら飯食い行きましょう。どこがいいかな。やべえな。終わってるな。結構全部早く終わっちゃうんですね。このレストランも3時までだって。せんべいにおい。やってないよね。やってんのか。やってるわ。食ったお腹いっぱいうまかったマジでなんかさっきまでバイクで土砂降りで本当にメンタル崩壊してたのが嘘みたいだな。晴れたし、猫。そしたらね、旅館に戻って夜になるのを待ちたいと思います。ちょっと寝よう。はい、ということで、夜になったので心霊スポットに向かいたいと思います。はい、ということでね、歩いていきます。近いんで。結構ね、街は街灯がついてるんで、いいな、明るくて。寒い。やっぱ夜の、この辺の街並み、趣がありますね。綺麗だ。すごい、ライトアップされてる。周りも赤くなったのが幻想的だ。着きました。この先ですね。お邪魔します。この道怖いな。で、左手は海ですね。赤い橋あそこら辺にあったよね。消えたんだ多分。綺麗だったのに。で、見えましたね、おしま。うわ、こっから見るとすげえな、迫力。多分あそこからあの世への入り口っていうかで、ここ直接岩に掘り込まれてるんだ。猿。よく見るとなんか文字が刻まれてるけどわかんないな。ここはくっきりまだ残ってますね、文字が。無料呪物、なんか呪術廻戦みたい。おしまに入る前だけどいっぱいあるわ。マンジ。よし、おしま行きます。見えてきました、赤い橋。到着しました。おしまです。お邪魔します。こっからはね、この世ではないということで。でも本当に背中痛くなってきた。こんばんは。おしま上陸です。お邪魔します。なんか入り口に大量の1円と、これ人型に掘られた岩窟ですね。てかなんで1円だけなんだろう。全部なんかそういうしきたりなのかな。全部1円っておかしくない？なんか声みたいにしちゃった？違うみたいな。ちょっとこっちも道続いてるけど、とりあえず正規ルートで回りましょう。でもマジ背中痛い。こんばんは。すいません、お邪魔します。ちょっとまずは一番手前の神社から入っていきます。こんばんは。お賽銭置いていこう。すいません、置きます。よろそくにすいません、お邪魔します。
着物。何これ。なんなんこれ。異様じゃないですかこれ。全部1円。これはいいのか、こんなことしていいのか。なんか一人やりだしたらいつの間にかこうなっちゃったみたいな。そんなことないか。こういう伝統なのかな。これこっち奥にも続いてる道が。こんばんは。お地蔵さんはかわいい。顔がもう薄れてますね。ほら、やっぱここも全部1円だ。こっちの祠も何の祠だろう。ここも全部1円。そこの奥獣道みたいなの続いてますね。おお、これは道だよね。道になってるよね。ちょっと行ってみましょう。道だよね。道だ。おお、こっちの先崖だ。結構高いな。この下あれだ。昼間見た岩窟のゾーンだ。多分。危ねえ。あと1歩。いや、2歩、3歩、4歩ぐらいで落ちるとこだった。行き止まりか。戻りましょう。そこの奥獣道みたいなの続いてますね。よいしょ。お邪魔しました。お地蔵さんと仏様かな。ほら、ここも全部1円玉だ。マジでなんで？本当に不思議なんだけど。これ階段。こっちなんだっけ。ああ、そっか、ここはでっかい祠があった場所か。お邪魔しまーす。マジで背中痛い。やっば。こんばんは。びっくりした。笑ってますね。どなただろうか。このお堂は雲郷禅師という僧侶が座禅修行のために建てました。そこかしこに遺骨が散乱し、死の匂いが立ち込めるこの島のお堂に、一人こもり深い夜に座禅を組んでいると、成仏できずにさまよっていた幽霊が目の前に姿を現したそうです。しかし雲郷禅師は動じることなく、その幽霊に向かい下辞を唱え、見事に成仏させたと伝えられています。わかんないけど、とにかくすごい方だな。お邪魔しました。失礼します。ここには5円もあるな。2枚だけ。いったい。これ奥に道あるけど、ちょっと待って、こっちもまだあったよね、奥。先行ってみよう。すごい、こんな奥まで続いてたんだ。こっちは昼間一切行ってない場所ですね。すごい、なんか六角堂みたいなのがある。お邪魔します。明覚庵の主だった来賢の2人もいたんだ、この島に。ずっと閉じこもってたっていうか、修行で、閉じこもってた人が。こんばんは。で、この六角堂に、その来賢さんを称えた石碑が祀られてるんですね。でっか。超でかい石碑。4、5メーターありますね、多分。すごいわ。お邪魔しました。外に落ちてんのも全部1円だ。すごい古いな、このお堂。で、これはなんかでっかい灯籠みたいな。めっちゃでかいな、これも。重量感がすごいですね。なんか穴開いてる。こんばんは。誰かいますか？なんか奥まで続いてんじゃないこれ。ちょっと待って、伸ばしてみようかな。どうかな。なんか映ってる。
で、ここは東屋的な感じですね。ちょこちょこ写真でも撮っときますか。すぐ忘れちゃう写真。幽霊の方いたら写ってください。はい、チーズ。お邪魔しました。あれ急に背中の痛みなくなった。なんでだ、ライケンさんが撮ってくれたのかな。こんばんは。で、この先ですね。降りていきます。昼間ここ通ってないよね。どこに出るんだこれ。多分これでも整形ルートですよね、きっと。あれ、俺は昼間じゃどうやって一周したんだ。よいしょ。まあでも嫌な感じみたいなのは全くないですね。やっぱすごい神聖って感じ。お、超透き通ってるわ。綺麗。ほら。で、また石碑が。なるほど、俳句が書いてあるのか、ここは。松島や鶴に見よ枯ホトトギス空。ほう。俳句書くのってそんなむずいのかな。なんか俺でも。いや、むずいよね、絶対。そんなわけないよね。お邪魔しました。戻ってきました。ここ昼間来た岩窟のゾーンですね。これ多分さっき上から見てた場所かな。そしたらね、ちょっと新兵器持ってきたんで、一回ライト消して。暗い暗い暗い、やばいやばい、早く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 。ちょっと待って。で、うわめっちゃ怖い。普通のライトだと幽霊の方がね逃げてしまうかもしれないらしいんで、赤いライトだとね大丈夫という情報を掴んだので赤いライトを持ってきたんですけど死ぬぐらい怖いなこれ。こんばんは。ガサガサって、ちょっと待って、やばいやばい、ちょっと待って、赤ライトやばい。こんばんは。ちょっと待って、赤いライトやばい。こんばんは、誰かいますか？よかったら姿を見せてもらえませんか？うわ、なんか変な色になるな。なんか頭おかしくなりそう。赤いライトでずっといると。こんばんは。うわ、ここの洞窟はなかなか高いですね、天井。あります。お邪魔します。ちょっと待って。本当にやばいわ。これ。なんだろう、今。すげえぼーっとしてる。一回明かりつけよう。やばい。なんかお腹も痛くなってきた。こんな場所だったんだ。で、あのライトだと、どんな場所なのか全くわかんないわ。なんかまた超痛くなってきた。ちょっとここでスペイトボックス使ってみますか。こんばんは。夜遅くにすみません。誰かいますか？たまにノイズ入るけどな。ありがとうございました。失礼します。これ鳥の声なのかなんか怖いな。お邪魔しました。こっちはあれだ、明覚庵跡、住んでた場所ですね。ここはすっげえゴツゴツ。あ、海が一望できるわ。めっちゃ綺麗だ。魚。お邪魔しました。失礼します。あ？何の音？で、こっちなんだっけ、最後。ここが多分奥の院かな。また岩窟が。すごい
いな。なんだろう、ここだけ何もない。人がちょうど立てるぐらいのサイズですね。ちょっと登ってみますか。お邪魔します。あ、待って、この下なんだろう、井戸みたいになってるわ。なんかすごいな、この場所。すいません。こっちはうわー、これ最後の洞窟かな、確か。あ、ここにもなんか彫ってある。そしたら最後この部屋の中で暗闇にしてみますか。はあ、これすごいな、この空間。そしたら電気消します。うわ、このトンネル怖。うっすら見えるけど周りが。こんばんは。誰かいますか？よかったら出てきてください。何の音今の。もう一回消します。やばい。結構やばい。急激に怖くなってきた。じっとしてられない。すっげえ気持ち悪い今。吐きそう。ちょっと赤いライト使ってみます。お、これ青もあるんですよね。すごいな、なんか青も青で怖いな。こんばんは。これ普通。あ、で緑なのか、これ怖いな。で、赤。あ、やっぱ赤やばいな。こんばんは。誰かいますか？やばい。ちょっと待って。本当に。ごめんなさい。ちょっと待って。絶対そうでした。絶対うちで足音したって。こっち。こんばんは。誰かいますか？すいません、今なんか足跡を出した方、よかったら映ってください。撮ります。すいません、ありがとうございました。お邪魔しました。失礼します。夜遅くにすいませんでした。すごい。もうギリギリですね。ゲジ。ほら、やっぱここも全部一円玉だ。お邪魔しました。首ない。お邪魔しました。あ、そうだ。この先何だったんだろう。一番最初に見た。どこに繋がってんだろう。なんだこの道。なんか人の顔見なかったよ。いや、なんか今目の前に人の顔がフラッシュバックしたんだけど、行き止まりだ。戻りましょう。めっちゃ飛んでるな、何かが。なんかちっこい魚だな。お邪魔しました。ありがとうございました。失礼しました。はい、ということでおしまでした。マジですごい場所だった。本当に神聖な場所って感じでしたね。確かにちょっと現実感がないというか、なんか本当にあの世に迷い込んじゃったみたいな。背中が久々にあんな痛くなった。まだちょっと痛いけど、すごい近くに来てたのかな。運動がある場所に戻ってきた。夜はいいな、ここら辺明るくて。はい、とこんな感じでまだまだ日本出身でスポットの旅続けていきますので、よかったらチャンネル登録してください。あとメンバーシップも始まったんで、よかったら登録してみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。おー、すげえ。